僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて皆さんもう、見てくれてますかね。DTP で Show You Our Journey ということでですね、翔太郎くんと、僕ゆうたがですね、日本を旅するプログラムが始まってるんですけど、本当に2泊3日すごく楽しく撮って、翔太郎もそうなんですけど、僕も普段見れないような醤油が見れるんじゃないかなと思うのでね、もう見てくれてる方もいらっしゃると思うんですけど、まだ見てないよという方もですね、ぜひぜひ、DTV で、醤油アワージャーニー見てくれたら嬉しいなと思います。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でサマー127。This program is brought to you by Disney Plus。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。この時間は期間限定で僕ゆうたがディズニープラスで配信されているいろいろな作品の見どころをお伝えしていきます。今週紹介するのはドクターストレンジマルチバースオブマドネスです。ドクターストレンジが複数の宇宙が同時に存在する世界、マルチバースの扉を開くこの作品、また MCU の面白さが加速してるんですよね。もし別の世界にたくさんの僕がいたらどんなユータになっているのかななんて、想像しながら見てました。そんな感じでこの作品ではいろいろなドクターストレンジやヒーローたちが出てきます。あっと驚くラストにも注目です。さらにマーベルは新作のオリジナルドラマシリーズシーハルクザ・アトーニーも8月17日から配信スタートします。アベンジャーズ最強の力を手に入れてしまった弁護士ヒーローシーハルクの活躍を描きます。ただ普通に仕事と恋を楽しみたいという願いも虚しく、ヒーロー&ヴィラン専門の弁護士に抜擢された彼女の運命は、ぜひチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聴きください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。さて今週はですね、ゆうたの持ち込み企画、ゆうた会談をしようと思います。わー、これありがとうございます。怖っ。俺もちょっと入りますね。あなたが体験した怖い話、背筋がゾワッとするような恐怖体験、説明のつかない不思議な話などをぜひ教えてほしいなと思います。本当にたくさんのメッセージをいただきましたということで、早速紹介していこうと思いますが、僕の手元にね、実はこのボタンがありましてですね、僕ゆうたが怖っと思った瞬間に、このボタンを押させてもらいますので、どれだけ僕を怖がらせてくれたか、このキャーボタンで判定していこうと思います。では行ってみましょう。ラジオネーム焼きたこさん。私はもともと霊感がある方で、特に中高生の時まではいろいろなものが透明な姿ではありますが見えていました。そんな私が一番ゾッとした体験をお話しします。高校1年生の時、修学旅行でとある場所に泊まりました。そこは大きなチャペルがあり、私の高校はキリスト教の学校だったので、礼拝や集会をそこで行っていました。ある日の夜、そのチャペルで恒例の集会を行っていた時、ふと背後に気配を感じました。振り返ったその時、若い女性が本を読んでいる姿がはっきりと見えました。何度振り返ってもそこにいて、
またその女性は透明でシルエットだけだったので、完全にそれだと確信しました。後日友達にその話をしたら、実は泊まっている場所は出るという噂があり、とても怖かったです。もっと怖い話がいろいろあるのですが、これ以上話すとゆうたくんが怖くて倒れてしまうと思うのでやめておきます。いらっしゃいませ。次のお話いきたいと思います。ラジオネーム、ゆうたくんがいる世界に生まれてよかったさん。これは私がまだ中学生の頃の話です。当時住んでいた家は木造の2階建てで、私の部屋は2階にあり、いつもはその部屋のベッドで寝ているのですが、ある日1階の神棚のある和室で寝た時がありました。その和室はなんだか気味が悪く、あまり入ることもない部屋だったのですが、なぜか一夜だけその部屋で寝てしまったのです。そして寝始めて10分ほど経った頃でしょうか、私は突然金縛りに遭いました。うつ伏せで寝ていたので、一時的に痺れているだけだろう。痺れが収まったら仰向けになろうと、そのままの体勢で金縛りが解けるのを待ちました。するといきなり首の後ろを誰かに掴まれました。誰かに強く掴まれ、激しく左右に揺さぶられる感覚に襲われました。体は相変わらず動かないままだったのでパニックになっていると、私の左側から男性の声でギャッハ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 ッと笑い声が聞こえました。恐怖のあまり体中から汗が噴き出しました。怖い怖いとパニックでしたが、それまで閉じていた目を思い切って開けると、笑い声が消え、金縛りは解けました。今は引っ越しましたが、あれは何だったのか未だにわからず、思い出すたびに冷や汗が出ます。これは怖いですな。続きまして、ラジオネームマリナさん。私が小学3年生の時の話です。ある秋の日の放課後に校庭で先生と友達とで遊んでいました。その日は天気が良く、雲一つない日でした。いつものように縄跳びや一輪車などで遊んで1時間ほど経った頃でしょうか、突然先生が何あれと空を指さしました。近くにいた私と友達は遊ぶのをやめて一緒に先生の指さす方向を見ましたが、目に入るのは眩しい太陽だけ。先生、何が見えてるの？そう聞くと先生は、透明だけどそこに何かあるの。ほらあそこ。そう言って指さした方向をもう一度よく見ると、確かに見えました。透明な中で空間が歪んでいるという感じでした。3人でじっと見ていたら、急にそれが消えました。あれ？どこ行った？と周りをキョロキョロ探したら、少し離れた空の部分がまた丸く歪んでいました。私たちは太陽の反射で幻覚を見ているのかと思ったけど、全員が同じものを見ているので、あれは UFO だったと思います。消えたり現れたり、10分ほど続けたらそれは見つけられなくなりました。続いていきたいと思います。ラジオネームサラちゃんさん。私は大学2年の夏休みに入院しました。喉から風邪をひきやすい体質だったので、その予防のための簡単な手術でした。無事に手術を終えて2日過ぎた夜中1時過ぎ、その日はなんとなく眠れなくて、イヤホンで音楽を聴きながらスマホを眺めていました。すると突然曲に紛れて、男性の声で早く一緒に行こうと声が聞こえました。体を起こしてイヤホンを片耳外した瞬間、喉の奥から液体が溢れてきて口の中がいっぱいになりました。
血でした。急に傷跡が開いたようで、なんとかナースコールを押して看護師さんに来てもらったのですが、貧血状態になったのか頭がクラクラしてしまい、周囲の音が遠くなったところで、また男性の声で今度ははっきりと、違ったと聞こえ、その瞬間に意識を失いました。怖っ。目が覚めたら再手術が終わっていました。そうでしょ。その後は何も不思議なことは起きず回復しましたが、あの声の男性は私とどこに行こうとしていたんでしょうか。怖っ。俺めちゃくちゃ鳥肌だった。これ怖っ。違ったって何なんということでですね、皆さんの怪談を今回読ませてもらったんですけど、身の毛もよだつようなこの夏にぴったりな怪談話だったんではないでしょうか。どの方もすごい怖かったんですけど、紹介した方の中から一番怖かった人には番組ステッカーをねプレゼントということでしたが、今回ねキャーボタンが一番多かったらもうこれ数えるあれもないですね。最後紹介させてもらいましたサラちゃんさんの怪談話が一番怖かったです。読んでてもちょっと鳥肌が立ちました。皆さんもね聞きながら今回はまた一味違ったユータアットホームだったと思います。実はねまだまだ怖い話をたくさんいただいているので、来週もユータ怪談をお届けしようと思います。それではここで一曲お送りしましょう。ラルク・アンシエルでフィナーレ。NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのはラルク・アンシエルでフィナーレでした。では皆さんからのメッセージをここからねちょっと声のトーンもね切り替えて、いつも通りのユータアットホームで、皆さんのメッセージを紹介していこうと思います。ラジオネーム夏休みで寝不足シズニーさん。私は中学生シズニーです。保育園の先生が教えてくれたのがきっかけで SM ルーキーズを知り、小学2年生の時 NCT127 がデビューして、よく動画を見ていたらいつの間にかファンになっていました。相談になるのですが、夜遅くまで皆さんの動画を見てしまい眠れません。また音に敏感な方で、セミが鳴き始めたら起きちゃったりします。どうしたら寝られるようになりますか？ NCT の皆さん大好きです。というねメッセージをいただきました。かわいいね。半身浴するのが一番いいかなと思いますね。ストレッチとかもよくするんですけど、あとね僕は寝るときにやっぱちょっとの音とかでもちょっと起きちゃったりするので、防音効果のあるねイヤホンとかを使ったりして、最近はね YouTube に寝るときに聴く曲って検索するともうバーって出てくるから、リラックスできるような曲が、それを聴いて寝るのはね、すごくいいなと思います。あとはアイマスクとかね使ってみるのも一つ手かなと思いますね。僕らのね動画をすごくたくさん見てくれてるっていうことなんですけど、ほどほどにね、夜はしっかり寝て朝、早く起きてっていう生活をねできるようにしてほしいなと思います。それでは次行きたいと思います。ラジオネームあゆちゃんさん。ゆうたくんただいまお帰り。ラジオのオフィシャルブックでゆうたくんが私の大好きなアシッドブラックチェリーの曲を紹介していて、とてもテンションが上がりました。同志だねあゆちゃんさん。読みながら中学2年生の時に人生初のライブに行った時の記憶が蘇ってきました。ゆうたくんは人生初のライブに行った時の記憶など覚えていますか？私の初のライブから8年経っていますが、未だにやすさんの第一声を覚えています。そうですね、一番初め人生に覚えてますよ。東方神起先輩のコンサートに連れて行ってもらったのかなあれ。うわーって圧倒されましたね。やっぱり今まで自分が韓国に行くきっかけを作ってくれた先輩が東方神起先輩だったし、テレビではねもちろん見て、この人すごいなとかかっこいいなっていうのを思ってたんですけど、やっぱりコンサートってなんて言うんだろうね、僕たちもそうなんだけど、やっぱりテレビ番組って一発勝負だったりっていうのが多いから、なかなかこうやってる側もやっぱこうどこかこう緊張してて、まだこう凝りがほぐされてない状態でやるから、なんて言うんだろうね、やっぱ難しいところがあるのね。でもそのコンサートってやっぱりもういわば僕たちだけの空間だし、みんなもね僕たちのことをこう応援してくれてる方だから、なんて言うのみのみやれるっていう部分で、初めからこうなんて言うんだろうね、また音楽番組とは違った感じでほぐれた感じでできるんですよね。だからそういった部分もすごくなんて言うんだろうね、
その見てる側もそれってさ、わかるじゃん。感じ取ることじゃん。だから、その東方神起先輩のコンサートを初めて見た時も、やっぱどこか音楽番組で見てた。東方神起先輩とまた、一味も二味も違って魅力的だったし、エナジーが何よりすごくて、二人であのでっかい会場を埋める凄さというのは、やっぱりさすがだなーっていう、この痺れた感じはね、未だに覚えてますね。僕もね、ユノさんの盛り上がっていこうぜっていうのはね、まだ覚えてますね。はい。そしてね、愛ちゃんさんがゲットしてくれた、番組のオフィシャルブックなんですけど、届いたよというね、報告メッセージも実はたくさんいただいていましてですね、今日ね、手元に僕もね、持ってるんですけど、いや、すごくまとめてくださったなと思って、やっぱね、こういう本って、なんて言うんだろう、写真と一緒で、こういう話したよなとか、1回目なんかぐちゃぐちゃだったよなとか、なんかそういった部分もそうですし、やっぱこの写真、自撮りもそうですけど、撮ってもらった写真とか見ると、こういう時あったなとか、この時なんかスティッカーの活動期だったからとかっていうのを見ながら、僕自身もね、こう自分のヒストリーではないですけど、感じ取れるのですごく、僕もそうなんですけど、みんなにとってもね、すごく充実した本になってるんじゃないかなと思います。まあね、本当にすごくたくさんのね、ボーさんだったりチャンミンさんだったりね、いろいろな方との対談も載ってて、すごく盛りだくさんの内容になってると思うのでね、皆さんまだ手に取ってないよという方もね、たくさんの方に見てほしいオフィシャルブックになっていると思います。本屋さんやね、Amazon などで、チェックしてみてください。それでは NCT127 でアミノエイシド。NCT127 ユータのユータアットホーム。ユータ at home。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。今回ちょっとまた一味違ったユータアットホームだったんではないでしょうか。僕もね、なんか読みながら、自分こんな声も出せるんだっていうのを思いながら怪談も読ませてもらいつつ、実はね、今ね、めちゃくちゃ朝なんですよ。だから俺は怖くないんだけど、みんな9時とかね、ちょっと夜中の方に聞いたら怖いだろうなっていうのを想像しながら読ませてもらいました。最後にね、この方のメッセージ紹介して、終わりにしようと思います。ラジオネームシュークリームの川さん。ゆうたくんただいまお帰り。初めてのラジオ投稿にとてもドキドキしています。初めてなんですね。ドーム公演の余韻に浸りながら、夫にイリチルの良さを毎日プレゼンしています。フェイバリットのアルバムを車に入れて聴かせているのですが、レモネードがどうしても One Day に聞こえるようで、間違って歌っていて笑ってしまいます。どこ Taste like one day って聞こえるんですかね。ゆうたくんの男性におすすめのイリチルソングを教えてほしいです。やっぱキックイットじゃないですかね。キックイットこうカラオケとかでかっこよく歌ってほしいですね。なんかこうもう何の曲ってこうやっぱね、初見の方に何この曲ってちょっと思われるかもしれないですけども、そこはもう勢いとノリでこう突っ走ってこうカラオケで男らしく歌ってほしいですね。はい。皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。バイバーイ。This program was brought to you by Disney Plus. Tastes like lemonade, jolly touching every day. Sunken butter got me feeling good. Tastes like lemonade, feature on a hurricane. Under your 목소리는 noise. Tastes like lemonade, jolly touching every day. Sunken butter got me feeling good. 달려갈 like 소금차. 무대를 터뜨려 like cherry bomb.